結婚10年目、私の億万長者の夫が会社の新しいアシスタントに夢中になった。彼女は40歳近く、私ほど見た目は際立っておらず、もちろん私ほど入念に手入れもされていなかった。それなのに、わずか巫女背で彼女はライスに猛烈で、真新しい感情的な活力を注ぎ込んだ。彼は疲れ切った顔で私を見て、こう言った。別れるなら不動産も株も君にやる。オードリー、頼むから僕を自由にしてくれないか？私は目を上げ、静かに答えた。いいわよ。そして、付箋から小さな正方形を一枚ちぎり、星印を描いた。離婚まであと30日。1、彼が不倫を告白して別れを切り出してからわずか28分後、私は離婚協議書をライスに渡した。合意通り、豪邸も高級車も、そして私たちの娘もすべて私のもの。彼は私に一度だけの解決金と養育費として$3000万を支払う。その後、私も娘も彼に連絡することはない。ライスはビデオ会議の最中だった。彼は目を上げ、離婚合意書という文字を見て、まつげがかすかに、ほとんど気づかれないほどかすかに震えた。彼は顎を上げ、了解したことを示した。私は書斎からそっと出た。彼の出ていくのを早めるため、私はライスの私物すべてを詰めた。全部で5つの巨大なスーツケース。何か忘れることを心配して、私は彼が大学時代に受けた表彰状まで、物置の奥深くにしまってあったものを丁寧に梱包した。私の視線は最後に隅に置かれた額縁入りの結婚写真に止まった。写真の中のライスの目は私だけを見つめ、私の表情は恥じらいに満ちていた。私たちは古いオークの木の下でしっかりと抱き合っていた。あの頃、彼は私を抱きしめ、甘い言葉を囁いていたものだ。ハニー、僕は永遠に君を愛するよ。人生で一番幸運だったのは君と結婚したことだ。ライスと私は大学院で出会った。当時の彼は貧しい学生で、色あせたコーデュロイと擦り切れたセーターを着ていた。私にはたくさんの求婚者がいたが、私はすぐにライスに恋をした。彼は聡明で、野心的で、ハンサムだった。私が数えられるあらゆる美徳を備えていた。卒業後、私たちは何の障害もなく結婚し、彼とパートナーたちは会社を設立した。彼の努力を支えるため、私は自分のキャリアから退いた。私はライスと家庭を守ることに専念した。ビジネスが成長するにつれ、ライスの出張やネットワーキングはますます頻繁になった。私は買い物や家事の合間にヨガとスキンケアのルーティンを維持していた。そしてライスも決して本当に手を抜くことはなかった。疲れ切っていても彼は家に帰り、ういろう娘の宿題を見て、時には食洗機を積んだり、家族や近所の人間関係を乗り切るのを手伝ってくれた。外の人から見れば、私たちは完璧なカップル、成功した結婚の見本だった。いつからライスが週末に出張を入れるようになったのか、私にははっきりわからない。時には丸々1週間連続して出かけていた。私の友人、エーバはよく冗談で私に目を光らせるよう促し、何か変化があるかもしれないと警告したものだ。私は心配していないと彼女に言ったが、胸の奥は締め付けられた。私は数回、ライスのオフィスに書類を届けに行ったことがある。すべては正常に見えた。彼のチームは遅くまで忙しく働いており、問題の女性は自分のデスクで忙しそうにしていた。彼女の名前はシエナ。40歳近く、見た目は際立たず、地味な服装。柔らかく長いウェーブのかかった髪と、優しい、ほとんど南部なまりのような話し方。彼女は丁寧にお茶を出してくれた。私はここ数年、このシナリオを想像してきた。それは鋭敏でパワフルな女性重役かもしれない、
華やかなインターンかもしれない。あるいはクールで有名なクライアントかもしれないと考えた。私は一度も彼のアシスタントだとは考えなかった。彼女は長年の恋愛関係が不貞行為で終わった後、新たに独身になったと聞いた。これは彼女の復職後初めての仕事で、彼女は並外れて献身的だった。残業を進んで引き受け、みんなのコーヒーの注文を覚え、しばしば手作りの美味しいクッキーを持ってきた。同僚の中には、便利だからと彼女にお使いを頼む人さえいた。知ったとき、私はライスに、彼女はとても働き者だと伝え、彼女を気にかけるように勧めた。ライスは普段は無関心だった。職場は好意で動く場ではない。個人的な用事をしないように、すでに彼女には警告したよ。あの頃、私は笑った。夫はただの典型的で融通の利かない上司なんだと思って。今思えば、彼はおそらくシエナを守っていたのだろう。彼女が遅くまで働いた後にお使いに行くのを心配して。では、なぜライスが今日告白したのか？それは単に、いつもの私の習慣として、仕事の接待の後に彼のために軽い夜食のスープを用意したからだ。彼は茶碗をじっと見つめ、わずかに眉を潜め、そっとそれを押しのけ、長い間黙っていた。それから彼は私を見上げ、温かみのない目で離婚してもいいかと尋ねた。彼はその関係が巫女ぜ続いていると認めた。彼は出張中に彼女に出会ったという。私の心は千代本の針で刺されたように感じたが、私は何とか平静を装い続けた。私はそれが誰かと尋ねた。彼がシエナと言ったとき、私は本当に聞き間違えたと思った。めまいがするようなしびれと鋭い痛みが四肢に広がった。2. ライスが会議を終える頃、私はヨガのルーティンを終え、いくつかのアイロンがけを済ませ、バルコニーで花を生けていた。何もなかったかのような様子だった。彼は着替えに行き、クローゼットが空っぽなのに気づき、習慣からドレッシングルームから私を呼んだ。ハニー、僕のシャツはどこにある？私は振り向かなかった。全部スーツケースに詰めたよ。構わないなら、昨日着たやつを着て。どうせすぐに捨てるから。私は長く、重たい沈黙に迎えられた。ライスが出てきたとき、玄関口に積み上げられた5つの大きなスーツケースを見た。彼は私の隣に座り、離婚協議書を指先でトントンと叩いた。解決金のうち2000万ドルは今すぐ振り込む。残りは分割で。私は遮った。その必要はないわ。一括で決着をつけましょう。彼女があなたに私との連絡を維持してほしいとは思わないでしょ。ライスの表情は当惑していた。私たちの娘は君だけのものじゃない。私は彼女の人生に関わる責任がある。自分が間違っていることは分かっている。保証もするつもりだ。でもウィローを切り札に使わないで。私は剪定バサミを置き、ライスの目をまっすぐ見た。浮気はあなたの選択よ。あなたの保証と養育費は当然のこと。あなたの純資産を考えれば、家も車も貪欲な要求じゃないわ。ウィローはいつも私のそばにいてきた。彼女は感情が敏感で注目が必要なの。あなたは新しい恋愛中、彼女にどれだけのエネルギーを冷やせる？関与はお金だけじゃない。時間と忍耐が必要なのよ。ライスは言葉に詰まった。しばらくして彼は言った。いずれにせよ、僕は3000万ドルで娘との関係を買い取るつもりはない。私は手を伸ばして合意書をめくった。3000万ドルは解決金と養育費よ。もし余分な感情的なニーズがあるなら、彼女の口座に振り込めばいい。私は彼女専用の口座を開設するつもりよ。ライスは突然冷笑した。オードリー、
君がそんなにお金にこだわるなんて知らなかったよ。君の言うことはすべてお金のことばかりだ。他に何が？あなたを愛することが何か役に立つとでも？ライスは黙り込んだ。彼の顔色は曇り、彼はすぐに離婚合意書にサインした。そして、明日にでも離婚調停を申し立てる手配をした。それから彼は配車サービスを呼んだ。私は花を生け終え、ベッドに入った。私が早起きしたとき、彼はもういなかった。ウィローは部屋から飛び出してきて私に抱きつき、ディズニーランドに行く夢について興奮して話した。彼女が話す間、私は慎重に、パパはプロジェクトで忙しく、しばらく出張かもしれないと伝えた。珍しく、彼女はダダをこねなかった。代わりに、彼にビデオ通話をかけ、パパ、いつ帰ってくるの？と尋ねた。しばらく忙しいんだ。彼女はただうんともぐもぐ言い、唇を尖らせた。大丈夫。ママが一緒なら十分だよ。私はすぐに崩れ落ち、涙がこみ上げ、キッチンを片付ける口実でそれを隠した。私が離婚に同意したのは痛みからだったが、ほとんどは娘に対する罪悪感からだった彼女に完全な家庭を与えられなかったことへの罪悪感。しかし、私はこの壊れた状態が私のせいではないことを知っていた。ウィローを学校に送り届けた後、ライスと私は離婚申請に行った。熟考期間は30日、その後正式に離婚が成立する。車に戻り、私は付箋に星印を描き、その日を記した。離婚まであと30日。3. すぐに両親に話すべきかどうか迷った。私はこの町で育ち、家族も友人もみんなここにいる。私の両親は退職した医者で、私は一人娘だ。彼らはオープンマインドだが、母の血圧は最近安定していない。遅らせるつもりだったが、2日後、ライスから電話がかかってきた。彼はめったに電話をかけなかった。通常、彼はメッセージを送ってきた。なぜなら私はいつも即座に返信したからで、彼はそれを効率的と考えていた。しかし、私は昨夜彼の番号を消していた。私は電話に出た。ライスの口調は普通だった。オードリー、君のお母さんからさっき電話があった。スープを作ったから夕食に来てほしいって。君のお母さんは高血圧だし離婚のことは彼女の状態がもっと安定するまで待った方がいいかもしれない。何時に都合がいい？それと来週の金曜日は彼女の誕生日だ。やっぱり君と一緒に行くべきだろう。彼の言葉は瞬時に私の迷いを解消した。私は率直に話すことに決めた。私はその必要はないわと返事した。ライスは言った。強がらないで。君の両親の健康が大切だ。私は冷たく言った。本当に気にかけているなら、今この時期に浮気をして離婚を申し立てたりしないわ。母は高血圧だけど混乱してるわけじゃない。彼女が私に壊れた結婚を維持してほしいとは思わないはずよ。ライス。なんだ？これ以上連絡はしないで。ウィローとの面会は合意通り月に2回。これを聞いてライスの口調は冷たくなった。オードリー、もう一度言う。ウィローは僕の娘だ。彼女は僕の家族だ。でも、彼女の家庭を壊したのはあなたでしょ？ライスが大声で電話を叩きつける音が聞こえた。私はすぐに電話を切り、渦巻く感情を落ち着かせるために少し時間を取った。私はまっすぐにホームファニッシングショップへ向かった。新しいカーテン、新しいベッドリネンを買い、家の中のライスが好む装飾品をすべて取り替えた。すべて即日配送してもらうことにした。家をきれいに掃除し、生まれ変わらせた後、私は実家へ車を走らせた。
父は私が一人で来たのを見て、ライスが忙しいのだと思った。私はしばらく黙っていたが、そっとパパと言った。彼はすぐに異常に気づき、新聞を置いて静かに私を見つめた。それからそっと私の背中をポンポンと叩いた。私は何も言わなかったが、父は私の抑え込んだ痛みと傷を理解した。私はできるだけ冷静に話をした。父は私に温かいタオルを渡し、顔を拭かせてくれた。彼の声は優しかった。大丈夫だよ。離婚は今では恥ずかしいことじゃない。彼は君を大切にしなかった。裏切ったんだ。遅くなるより早く別れた方がいい。オードリー、一つだけお願いがある。彼の目は少し赤く、私の手をぎゅっと握った。別れると決めたなら、何があっても絶対に振り返らないでほしい。私は涙声でうなずいた。絶対振り返らない。夕食後、両親は長い間書斎で話し合った。母が出てきたとき、彼女は分厚い小切手を私の手に握らせた。今日は新しい始まりで、祝う価値があると言った。私の大切な娘がこれから幸せと自由を見つけられますように。実家を出た後、私は車の中で長いまな板。来る前、私は彼らを失望させることをとても恐れていた。彼らは人生を通して、お互いにひどく献身的に愛し合ってきた。みんなが私がライスと結婚する選択を疑問視したとき、彼らは私を信じると言ってくれた。今、ライスは成功し、誰からも称賛されているが、彼らは冷静に私の離婚の決断を支えてくれた。涙を拭い、私は付箋を見た。離婚まであと28日。4. 学校にウィローを迎えに行ったとき、彼女はおばあちゃんから電話があって、会いたがっているから、数日泊まっていいかと聞かれたと言った。彼女は私に連れて行ってほしいと頼んだ。私は一瞬戸惑ったが、彼女を家に連れて帰って小さなリュックに荷物を詰めた。彼女は大喜びで、おばあちゃんがマフラーの編み方を教えてくれると約束してくれたと言った。彼女を送り届けた後、父は車まで私を送ってくれた。オードリー、幸せになろうとしてみて。外に出て頭をすっきりさせておいで。車に乗り込むとき、父は私を見送り、中に入るのを和しそうにしていた。ルームミラーを見ると、私がどれだけやつれて暗い顔をしているかが分かった。家に戻り、スーツケースを一つ詰め、1週間旅行に出かけた。いくつかの都市を素早く移動し、その過程で多くの物語を目にした。私はずっと良い顔色で戻ってきた。付箋を確認した。離婚まであと21日。5. 私はちょうど母の誕生日に帰ってきた。彼らはホテルで身内や親しい友人たちのために小さな集まりを開いた。多くの人がライスのことを尋ねた。幸い、ウィローはダンスのレッスンで一緒ではなかった。両親は質問を交わした。ちょうど食事が始まる前、母は小さなステージに上がって乾杯の挨拶をした。その時、ライスが到着した。彼はオーダーメイドのスーツを着て、いくつかのギフトボックスと分厚い封筒を持っていた。友人や家族が彼に挨拶した。彼は母がステージから降りるのを待ち、封筒を手渡した。お母さん、誕生日おめでとう。母はそれを冷ややかに一別した。コールドウェルさん、それはお気遣いすぎます。お金は頂戴しません。結局、あなたとオードリーは離婚するんですから。あなたに無駄遣いさせたくはありません。ライスの表情は一瞬で凍りついた。招待客の間には驚きの沈黙が広がったが、すぐに低い囁き声が再開した。彼は小声で言った。まだ熟考期間中ですけど。母は手を振った。違いはありませんよ。それから、みんなを席に案内するために振り向いた。
ライスは硬直して立ち、ギフトバッグをぎゅっと握りしめていた。父は丁寧に他のプレゼントを返した。ライスは止まらず、振り返って去っていった。彼が去ると、友人や家族は互いに理解し合い、その後二度とライスの話をしなかった。今後、誰も私に彼のことを尋ねることはないだろう。良い兆候だった。私の心は次第に落ち着いた。私は順応し、処理し、コールドウェル夫人という肩書きを脱ぎ捨てていた。私はただのオードリーになった。マンションの警備員や管理会社でさえ、どういうわけかその噂を嗅ぎつけ、奥さんと呼ぶのをやめ、オードリーさんを選ぶようになった。私はすぐに仕事に没頭し、フラワーデザインスタジオを開く計画を立てた。適切な店舗が貸し出し可能だった内装も立地も完璧だっただから、すぐに契約を結んだ。既存のスタッフは残したが、花のスタイルを調整し、ウィンドウディスプレイを刷新し、仮オープンとしてソフトオープンする予定だった。店でデザイン案に一日中取り組んだ後、私は帰宅の準備をした。車の中の付箋を見た。離婚まであと15日。6。家に着いたちょうどその時、ライスの会社の若い女性、レクシーからメッセージが来た。彼女は陽気で、フレンドリーで人気があった。彼女は私が忙しいかと尋ね、暇だと確認すると、すぐに愚痴をこぼし、ライスと私が離婚するという噂は本当かと尋ねた。私は否定しなかった。彼女はシエナのせいかと尋ねた。私は答えなかった。ライスが不倫を公にしたかもしれないと感じた。私の沈黙を見て、レクシーは泣きわめいた。あらまあ、オードリーさん、あの女のせいなんですね。最近、オードリーさんの素晴らしいペストリーを持ってきてくれないのも納得です。とっても恋しいです。ライスと私が一緒だった頃、私はほぼ毎週、お礼としてデザートを持って行っていた。私の焼き菓子のために会社に永遠に残ると冗談を言う同僚もいた。心配しないで。そろそろ花屋を開くから遊びに来てね。特製のブーケをお土産にあげるから。レクシーは歓声を上げ、すぐに住所を訪ねた。後で送ると伝えた。彼女は了承し、それからまた愚痴を続けた。オードリーさん、シエナのこと知らないでしょう。あなたが来なくなってから、彼女はアシスタントからすぐに管理責任者に直行で、みんなに対する態度が完全に変わっちゃったんです。昔はみんなに笑顔だったのに、今は何でも荒探し。得意げなのも隠せてない。それに、オードリーさんと全く同じデザイナードレスとバッグを買ったのよ。みんな彼女のやっていることが見えています。ライスは一体何を考えているの？彼女は、もし車のローンがなければやめてしまう、シエナの下で働くのは我慢できない、と結論付けた。私は車道に車を入れた。レクシーがまだ喋り続けているのを見て、慰めの言葉をいくつかかけた後、彼女はしぶしぶ電話を切った。今の私には、シエナの行動の詳細を知りたいという気持ちはなかった。それは、ライスが告白した夜、彼女がどんな魔法を持っているのか執拗に知りたかった時とは違った。玄関ドアを押し開けると驚いたことに、ライスのスニーカーがドアのそばにあった。彼はウィローと遊びながらレゴを組み立てていた。ウィローは私を見て興奮して叫んだ。ママ、こっちおいで。一緒に遊ぼう。どっちが早く作れるか見よう。以前なら、ライスはいつもウィローを持ち上げてくるっと回し、それから私を抱きしめたものだ。家は笑い声で満ちていた。今、ライスはただ咳払いをし、ウィローの頭をポンポンと叩いた。ママは忙しかったから疲れてるんだよ。また今度にしようね、ベイビー？うん。パパ、いつになったら出張やめるの？ライスは一瞬考え、そっと言った。できるだけ早くと、
ウィローを洗面所に連れて行き、手を洗わせた。一日中花屋で働いて疲れていた私は、彼に対処するエネルギーがなかった。ただ、出て行くときは鍵を閉めるよう念を押した。彼はウィローに約束したから、今夜は彼女の部屋に泊まるんだと言った。私は反論しなかった。寝室のドアを閉めた。リビングでライスの電話が鳴るのが聞こえた。彼は電話に出て、単純な返事を何度か繰り返した。最後に彼の声は低くなり、わずかに苛立ちが混じっていた。ウィローのためだけにここにいるって言っただろう。何を心配してるの？もう合意書にサインしたんだ。何度説明すればいいんだ。別々の部屋で寝てるんだ。それからライスがブツンと電話を切る音が聞こえた。彼は私のドアをノックしに来た。オードリー、オフィスで急な用事ができた。行かなきゃ。明日、時間を作ってウィローに会いに戻るから。私はドアを開けなかった。ただ分かったと返事をした。音量はドアの外のライスにちょうど聞こえる程度だった。彼が表門に着く前に、私はテキスト通知を受け取った。ウィローの口座に$8000が入金された。メモにはママと新しいドレスのためにと書かれていた。テキストを無視し、私はノートパソコンを開いて花屋の計画に取り掛かった。すると、見知らぬ番号からメッセージがポップアップした。テキストはなく、単一のスマイル絵文字だけ。プロフィール写真はぼやけたビーチの写真。背景は空白で、タイムラインには何もない。いつこの人を追加したのか、全く覚えていなかった。チャット履歴を確認すると、最後のメッセージは2年前だった。思い出そうとしていると、彼女が一文を送ってきた。さぞかしご満悦でしょうね。瞬間的に悟った。これはシエナだと推測した。しかし、シエナが会社に来てからまだ半年しか経っていない。なぜ彼女が2年前から私の番号を持っていたのか？このアカウントが約2年間、私の日常を静かに見つめていたということだろうか？私は息を飲んだ。私は疑問符で返信した。向こう側は素早くタイプした。あなたが彼を引き止めるために何をしようと、私は彼をあっという間に私の元に戻せます。彼女だった。シエナ。これは、ライスがシエナと2年前から知り合いだったということか？おそらくもっと前から？シエナは写真を送ってきた。開くと、ライスがシャツを脱ぎ、ホテルのベッドで寝ているのが見えた。女性の手が彼の腰に回されている。右下の日付スタンプには2023年5月20日とあった。私は写真を見つめた。胃がむかつき、吐き気がこみ上げてきた。私はゴミ箱に激しく嘔吐した。2023年5月20日。それは母が大病院で大きな検査を受けていた日だった。ライスは5月全体を通して信じられないほど忙しく、会議で出張ばかりしていた。私の元に戻るために、彼はスケジュールを詰め込んだ。彼は一晩中電話で優しく私をなだめ、怖がらないでと言ってくれた。私は不安で眠れず、ライスは一晩中電話口にいてくれた。彼は5月20日の早朝になんとか帰り、検査室の外で私と一緒に待っていた。それなのに、その同じ日、彼の忙しい最中に、シエナと一緒に過ごす時間を見つけていたのだ。どうやって彼はあんなに平然と私の前に戻ってくることができたのだろう？私が返信しないのを見て、シエナは図に乗った。彼女はさらに数枚の写真を送ってきた。すべて日付が記されていた。私たちの結婚記念日。ウィローの誕生日。毎回、彼はまずシエナと時間を過ごし、それから私たちのもとに急いで戻っていたのだ。純粋な嫌悪感の激しい波が私を襲い、痛みをかき消した。そうだ。私は最初、
ライスが単に巫女背で私たちに飽きただけだと思っていた。私たちのシンプルで居心地の良い生活に。あるいは彼は中年になって真実の愛を見つけたのかもしれないと。実際は彼はずっと前から腐っていたのだ。私は洗面所で顔に冷たい水をかけた。パソコンに戻り、証拠となるものをすべて保存した。シエナがこれを送る勇気を持ったのは、$3000万の解決金が全額支払われていなかったからだと分かっていた。ライスは過去2週間で$1200万を振り込んだが、残りの$1800万はまだ未払いで、彼は手配に時間がかかると言っていた。不動産と車はすでに私の名義で何の負債もない。彼が同意した以上、争いはない。もし今私が騒ぎを起こせば、ライスのビジネスに打撃を与えるだろう。彼は激怒し、私は得るより失うものが多くなる。娘も父親を失うことになる。ライスが離婚を求めたとき、彼は私が崩れて争うことを期待していたかもしれない。しかし、冷静さを保つことに集中する私の性格を考えれば、彼は私が彼のオフィスで騒ぎを起こさないと知っていた。シエナが予想していなかったのは、私があんなにすんなり同意したことだ。私は争わず、ライスに立ち向かうことさえしなかった。これは彼女の予想外だった。最初に騒ぎを起こした方が負けることを彼女は知っていた。しかし、一つ奇妙なことがあった。シエナはこれほど長くライスのそばに居続け、隠れられ、さらに6ヶ月間無害な新しいアシスタントの役を上手に演じることができたのに、なぜ突然こんなにせっかちになったのだろう？あと2週間もすれば、ライスと私は完全に別れる。それなのに、彼女はライスが一度娘と泊まるために家に帰っただけで、感情を爆発させた。時間を確認した。遅くはなかった。レクシーに電話した。彼女は部門の同僚と深夜の食事をしながら、ライスとシエナの噂話をしていた。彼らは情報交換していた。私はいくつかの新しいことを知った。先週、ライスは企業イベントで飲みすぎ、提携会社の美人女性 CEO に家まで送ってもらった。それ以来、その CEO はライスを数回プライベートでデートに誘っていた。それに加えて、私が2週間オフィスにペストリーを持ってこなかったので、みんなライスと私が喧嘩したと推測していた。彼が間もなく独身に戻ると疑っていた。噂が広まると、野心的な若い女性数人が公然とライスに興味を示し始めた。そこでシエナは平静を失った。オードリーさん、あなたはとても優しい方だから、こんなこと言いたくないんです。でも、悲しまないでくださいね。ライスは素晴らしいけど、完全なクズですよ。あなたはきっともっといい人に出会えます。待って、そんなのどうでもいい。男なんていらない。オードリーさん、あなたはビジネスで大成功して、花屋も大繁盛して、それから男を見つければいいのよ。ははは。レクシーの率直さに落ち込んでいた気分が少し上がった。ありがとう。頑張ってるから。電話を切り、時間を確認した。真夜中を回っていた。付箋のリマインダーがはっきりと目に入った。離婚まであと14日。